皆さんこんにちは。今回は会津東山温泉向滝をご紹介します。東山温泉は会津の奥座敷とも呼ばれ、山形の上山温泉、湯の浜温泉とともにかつて奥羽山楽郷と呼ばれた名湯です。向滝は日本の登録有形文化財第1号に指定され、創業150年以上という大変歴史のある旅館です。今回は宮内庁指定の特別室離れの間に宿泊しました。この動画では特別室離れの間を中心に歴史と伝統を感じられる館内やたくさんのお風呂、豪華な食事までご紹介します。最後に白虎隊自陣の地とされる飯盛山もご紹介します。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。向滝に到着しました。向滝の発祥は江戸時代、狐湯と呼ばれた会津藩の指定保養所を起源としています。現在の向滝が平田家により創業されたのは明治6年。それ以来歴史的建築物が大事に保存され、平成8年施行の文化財保護法では日本の登録有形文化財第1号物件として登録されました。玄関のある塔は明治時代の建築を残しており、屋根の形は三角形の千鳥破風。玄関の看板にも歴史が感じられます。向滝のコンセプトは極上の和空間。忙しい日常を離れ、ゆったりとした思い出を作ってほしいという思いが込められています。客室はすべて間取りや工法の違う24室。伝統的な日本建築の粋を集めた数寄屋造りの建物は、目で見て空間を楽しめるように設計されています。お部屋以外にも中庭の苔むした空間、古さを残しながらピカピカの廊下、特別に見せていただいた大広間など、非日常の世界をこれからぜひご覧ください。おお、すごいね。こちら中庭でございます。回遊式の日本庭園でございますね。すごい。ひょーすごい部屋だね。チェックインです。チェックインはお部屋で抹茶と羊羹をいただきながら行いました。こちらがウグイスの羊羹、これが抹茶ですね。はい、今回のお部屋は離れの間ということで、こんな感じで階段もねピカピカなんですよね。では登ってみます。雰囲気がねすごいですよね。それでね、ここまで来ると扉がね右側と左側両方あって、こちら側がね離れの間ということになります。そしてこちら側が浴室ということになります。まずね離れの間のお部屋の方からねご紹介したいと思います。ちょっと暗いですけどね、鍵はこんな感じの鍵になっています。こちらが離れの間ということになります。まず廊下がねこんな感じでずっと奥までつながってますよね。そしてこちらにもね実は廊下があって、こうお部屋を回るような感じで廊下が続いています。まずはちょっとねこちらの奥の方までね行ってみたいと思いますけれども、こちらにはね座り心地よさそうな椅子とテーブルがありますよね。そして奥まで来ますとこんな感じになっています。窓を開けるとこんな感じで中庭が見えますけれども、今ちょうどね新緑の時期でなかなかねいい緑が見えますよね。お部屋がねこんな感じで中庭を囲うように配置されてまして、そして離れからはねこんな感じで完全に上から見るような感じになるんですけども、向こうの方のねお部屋というのはこの中庭が正面に見えて、冬のね
灯籠なんかが非常によく見えるお部屋ということで、あちらも冬は特にかなり人気があるお部屋みたいですね。そして窓側から改めてお部屋を見ますと、こんな感じのお部屋になっています。いわゆる書院造りのね、純和風のお部屋ということで、奥までずっと畳敷きになってるんですよね。でこちらのね、離れのお部屋は大正時代に作られたお部屋をほぼそのまま残しているということで、非常に歴史のあるお部屋ということになってます。でお部屋の広さはね、手前側のお部屋が10畳ちょっと、12畳ぐらいでしょうかね。それから中のお部屋が4畳、さらにその奥のお部屋が6畳という感じのお部屋になってまして、非常に全体では広いお部屋ということになってます。こちらはね、床の間になってますけれども、こちらには堺白鳥の大きな鯉の絵が飾られています。非常に歴史を感じられるような素晴らしい雰囲気のお部屋になってますよね。こちらにはね、ポットとそれからお茶のセットがね置いてますね。あとはね、こちらに小さめのテレビがありました。そしてね、こちらの書ですけれども、こちらの書は美酒加工と読むんでしょうかね。でこちらにね、秀夫というふうに書かれてますから、こちらは野口英世が書いた書ということになります。真ん中にはね、津軽塗りのテーブルでしょうかね。それと座椅子が置かれてます。こちらに4畳のね、中の間といいますか、そういったお部屋があって、グラスとこれ冷水ですね、置かれてます。こちらにはね、クローゼットがありまして、こんな感じでハンガーがかかってて、それから浴衣ですね、あとは陣羽織と足袋ですね。フェイスタオルはね、癒しの調子染めのフェイスタオルがありました。こちらのお部屋はこんな感じになっています。こちらにはね、ついたてがあって、これもやはりね、こう年代を感じるようなドレッサーといいますかね、鏡台が置かれてますね。床の間がね、こちらにもありましたね。こちらには立派な掛け軸と、香炉ですかね、そういうのがあります。全体の雰囲気は本当すごい、私はこういう雰囲気大好きなんですけれども、昔のね、こういったお部屋が好きな方はたまらないんじゃないかなというふうに思いますね。そしてこちらからちょっと奥に行ってみますけども、こちらにはね、トイレがありまして、それでね、トイレがこんな感じで扉2つあるんですね。でこんな感じで、男性用のねトイレと、こちらは通常のね一般的なウォッシュレット付きのトイレがありました。そしてトイレの前にはね、洗面がありましたね。そしてさらに廊下がこちら側にありますけれども、こちらがね、お化粧室というふうに書かれてますね。そしてこちらはね、通常のといいますか、洗面になってますね。洗面はこんな感じでシンクが2つある、シンプルな感じのね、プラ削減ということで、基本的にはプラスチック類のねアメニティは置かれていないということになります。で向滝についてね説明をしたいと思います。こちらの向滝は明治6年創業で、創業約120年ということで、国の登録文化財に指定されているお宿ということになります。で建物に関してはちょっと継ぎ足したような、そんな感じにはなってますけれども、玄関部分はほぼ明治時代のそのままのもので、そして多くの建物はね大正時代の建築で、一部は昭和に建てられたということみたいですね。向滝はね全部で24部屋ありますね。もともとすき家作り、いわゆる茶室を意識したような作りになってまして、お部屋が純和風で全て違う間取りのお部屋になっていると。そしてお風呂ですけれども、お風呂は全て源泉かけ流し 100% ということで、狐湯、猿の湯、こちらが大浴場ということになってます。狐湯は創業当時からの、創業当時どころか会津藩のね保養所の時代からあった場所のお湯ということで、こちらが一番古いお風呂ということみたいですね。それから猿の湯、こちらはシャワールームなんかもある比較的新しいお風呂と
いうことみたいです。大浴場に関してはどちらも撮影の許可をいただいてますので、こちらは後でお見せしたいと思います。それから貸切風呂がね3つあるということで、こちらに関しては無料で空いていれば入れるということですので、こちらもね後でご紹介したいと思います。こちらの向滝のお風呂ですけれども、基本的にはどのお風呂も同じ源泉ということで、源泉名は向滝1号2号3号混合泉ということになってますね。そして pH が 7.7 のナトリウムカルシウム硫酸塩塩化物泉ということになってます。源泉 100% かけ流し、完全放流式、加水なし加温なし循環なしということになってますね。向滝はね冷蔵庫と自動販売機がないということで、こういったお酒とかですね、それからこちらリンゴジュースとか、あとは会津の地ビールとかですね、それからワイン、会津のブドウを使ったワインとか、こういった瓶物に関しては24時間持ってきてもらえるということでしたね。その辺のサービスはねすごいですよね。それからね、今プラスチックに関して削減ということで、こちらの向滝では基本的には歯ブラシとかね、ヘアブラシとかひげ剃りは自宅から持ってきてくださいっていうふうにね連絡があったんですけども、もし必要な人はこういった形で購入することもできるということですね。それからね、お部屋で Wi-Fi が使えます。で Wi-Fi のね通信速度は 7.1Mbps ですので、ちょっと遅いかなという感じがしますね。ということで向滝の離れの間でしたけれども、いかがでしたでしょうか。さて、それでは今度はこちらのねお風呂ですね。離れの間専用のお風呂ということで、ご浴室というふうに書かれてます。こちらの鍵はねこういった簡易な鍵になってますね。でちょっと行ってみます。そしてここを入るとこんな感じで階段がまた下にちょっとあって、その先にお風呂があるということになってます。そしてまずねこんな感じで脱衣スペースがありますね。やはりね広さとしては家族分ぐらいの広さになってますけども、こちらにまずねタオルがあって、でこちらがお風呂で、そしてこちらに洗面がありますね。洗面はねシンプルな感じの洗面になってまして、こちらはジェルローションって書いてますね。あとは、ヘアバンドが置いてあります。ではちょっとお風呂に行ってみたいと思います。お風呂はこんな感じです。もうなんというかねすごいですよね。こう大きさは小さめのお風呂にはなってますけども、タイル張りの湯船と、あと下の方にはこんな感じのね六角形のちょっと最近あまり見ないような感じのタイルが張られてて、そして奥はねこんな感じでガラス周り見えないようにはなってますけれども、窓があって、さらに天井がこんな感じで、こちらの天井はね特別彫刻とかそういうものはないようですけれども、古い木になっててとても雰囲気のいい客室のお風呂ということになってます。もちろんねこちらのお湯は温泉ということで、こちらのお部屋のお湯がどうも一番熱いらしくて、今確かに触るとすごい熱いですね。こちらに蛇口があって、こちらで埋めて入るというような感じになってます。この今ね触った感じだとちょっと熱すぎて、ちょっと埋めないと全く入れないようなそんな感じの熱さですね。でそちら側のね、奥の方にある蛇口からは源泉が出てて、もうこっちは明らかに湯の花がねびっしりとついてるようなそんな感じになってますよね。お風呂にはねシャワールームはついてないんですけれども、こちらにねシャンプーとかコンディショナーとかそういったものはありますけれども、シャワーはついてないので、こちらの桶を使ってそれで体を洗うということになってますね。
それにしてもね、この雰囲気やはり素晴らしいですよね。お部屋もすごいですけれども、お風呂もすごいということになってます。こちらはね、後で入ってみたいと思います。それでは離れの間のお部屋のお風呂に入ってみたいと思います。お風呂入ってみました。まずですね、こちらのお風呂の源泉がね、こちらから出てるんですけども、これめちゃくちゃ熱くて、最初はね、もうその源泉がそのまま入って 100% かけ流しになってるので、一応ね、こちらに水の蛇口があって、こちらから水が出ますので、これで加水をしてね、それである程度の適温にして、それから入るというようなお風呂になってます。こちらのお風呂は pH7.7 のナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩泉ということで、ずっとかけ流しをされてますので、非常にね、透明度の高いクリアなお湯が楽しめるお風呂かなというふうに思いますね。そしてね、こちらの離れの間のお風呂ですけども、なんといってもね、この湯船の広さに比べて周りの広さがすごく広いんですよね。で、全体の雰囲気、やはり昭和の時代に建てられたということもありますけども、全体の雰囲気がすごくいい感じで、こんなお風呂かどうかは分かんないんですけども、皇族といいますかね、まさに王様のお風呂のような、そんな感じの、ちょっと変わった雰囲気のお風呂になってますね。こちらのね、向滝、お風呂がたくさんありますので、お部屋にね、なくても十分楽しめるのかなという感じはしますけれども、それでもね、やっぱりお部屋にこういったお風呂があるのは、これはやっぱり非常にプライベート感が高いので、すごくいいのかなというふうに思いますね。大浴場猿の湯をご紹介します。廊下には工芸品が飾られていますが、これらは購入も可能です。猿の湯は1階の最も奥にありました。砂利風の床がお風呂までの雰囲気を盛り上げてくれますね。猿の湯は唯一のシャワー付きのお風呂で、使い勝手のいいお風呂です。まずは男湯をご紹介します。こちらがね、男性の大浴場の猿の湯ということになりますね。こちらにはね、洗面がありますけれども、脱衣スペース全体としてはね、やはりお部屋が全部で24部屋ですので、これぐらいあれば十分なのかなという感じに見えますね。そしてこちらが男性の大浴場猿の湯ということになります。シャワースペースがしっかりと用意されているというのが特徴で、全体にやはり新しい感じのね、お風呂になってます。湯船は大理石でとても高級感がありますね。で、こちらにはね、こんな感じの彫刻の飾りがされているということですね。で、お湯はね、こちらからとそれからそちらから源泉が流れてまして、無色透明で無臭ではありますけれども、非常にね、クリアな感じのお湯になってますね。露天風呂とかそういうのはなくて、外の景色がある程度見えるような、そんな感じになってますね。続いて女湯をご紹介します。脱衣スペースは男湯より少し狭くなっていますね。こちらが猿の湯の女湯です。レイアウトや湯船の広さはほぼ同様ですが、こちらには壁の彫刻はありませんね。続いて会津藩の保養所時代の面影を残す狐の湯です。お風呂の前には大理石を削り出した洗面がありました。
まずは男湯です。でこちらがね、男性の狐の湯の脱衣所ということになりますね。バスタオルはこちらに用意しておいてくれてますね。そしてこちらにね、お風呂があるんですけども、こちらが狐の湯ということになります。何かこうね、宮殿の中にいるような、そんな感じの壮大な感じのお風呂になってますよね。湯船は大人 3,4 人程度入れるぐらいの大きさの湯船になってまして、周りは白御影石ということで、さらにその周りにはこういった感じの六角形のちょっと変わった感じのね、タイルが張られてますよね。そして上にはね、これ蛭石っていう、吸湿性の高い石のようなんですけれども、それによるこういった彫刻がされているということですね。そしてお湯は源泉 100% かけ流しということで、もともとの温度がね56度ぐらいのお湯みたいですけども、全く加水も消毒ろ過何もされてない、そのままのお湯がこれだけのねお湯の量で出てきているということになります。こちらのね、この湯の花びっしりとくっついてますよね。そしてこちらからは源泉 100%、 非常に綺麗な感じのお湯になってますよね。でお湯がこちらからかけ流しで溢れてるというような感じで、もうほんと素晴らしいお風呂になってます。でこちらにはねシャンプー類があるんですけれども、こちらのお風呂はシャワールームはなくて、こちらの桶を使ってかけ湯で体を洗うことはできますけれども、基本的にはシャワーはなしということになってますね。本当に素晴らしい雰囲気のお風呂ということになってますよね。続いて女湯をご紹介します。こちらが狐湯の女湯です。一見似ていますが、浴室の広さは男湯よりはだいぶ狭くなっていますね。天井にある蛭石の彫刻は同様です。貸し切り風呂をご紹介します。貸し切り風呂は3つあり、予約不要で空いていれば内鍵をかけて利用できます。まずは鈴。こちらがね、貸し切り風呂の鈴というお風呂になります。脱衣スペースはね、やはりこれぐらいの比較的狭めのねスペースになってますよね。そしてこちらにお風呂があるということですね。でこちらがね、貸し切り風呂の鈴というお風呂になります。でこちらはね、天井にこんな感じで鈴のね彫刻がされているというのが特徴ということになりますね。でお風呂自体はね、本当にもう一人専用といいますか、狭めのお風呂になってますよね。そしてお風呂はタイルとね石でできたお風呂で、やはりね他のお風呂と同様に源泉かけ流し 100% ということで、湯の花がびっしりとついたような、そういった湯口になっているということですよね。で暑い場合にはね、こちらから水を出して加水をすることもできるということですよね。やはりね、全体の雰囲気は素晴らしいですよね。そしてね、こちらのお風呂もね、やはりシャワーはなくて、こういった感じでシャンプーが置かれてますけども、かけ湯をして洗うことはできるということになってますね。そして外はね、こんな感じでね、曇りガラスになってますので、外の景色は見えないというお風呂になっています。続いて腹部。着替えのスペースはね、やはり1人か2人ぐらいの広さのスペースになってます。そしてお風呂ですけれども、お風呂についてはやはり他のね貸し切り風呂とほぼ同様の感じでしょうかね。こういった形で上にひょうたんの形のね彫刻がされているということですよね。
やっぱりね、でもかなり雰囲気のいいお風呂になってますよね。最後にツタ。そしてこちらがね、ツタというお風呂ですね。こちらもね、脱衣スペース狭いんですけども、こちらはこんな感じで3段のね、着替えのカゴが置かれてます。でそしてこちらがツタのお風呂ということになります。こちらは上にツタのね彫刻がされているということになりますね。お風呂自体はね、ちょっともしかするとこのお風呂大きめのお風呂かもしれません。そして周りがタイルとね石でできていて、お部屋全体も他のお風呂に比べるとちょっと広いような感じがしますね。シャワーはやっぱりなくて、こんな感じでかけ湯をしてね、シャンプーなんかを使うことができるということになってます。源泉 100% かけ流しのね温泉が楽しめるということで、素晴らしいお湯になってますよね。向滝を散策してみます。向滝の脇の歩道をね歩いてます。右にあるね湯川の流れと、それから左にあるこの登録有形文化財の向滝の建物、そして向かい側を見るとこんな感じで山があって鳥が結構鳴いてるんですよね。そして奥まで来るとね、もうこんな感じでこの先が滝になってて、豪快に流れてる音が聞こえるという感じになってます。なかなか素晴らしい景色で癒されますよね。中庭に来てみました。ほぼ全体が大正時代の建築そのままです。季節により大きく表情を変える中庭が向滝最大の見どころです。こちらはフロント。向滝と書かれた立派な書がお出迎え。一つ一つが歴史を感じられ、まるで博物館のようです。もし泊まる機会があればじっくりとご覧になることをお勧めします。政治家の来館記念の写真や明治時代、大正時代の向滝の絵や写真などが飾られています。フロントの前には小さな売店がありました。美酒加工の名を冠したケーキ、会津の工芸品赤べこ、会津塗の漆器、地元の工芸品を中心にした品揃えになっていました。プラ削減のためアメニティは販売になっていました。宿のご厚意で大広間を見学させていただきました。こちらが大広間です。全体では100畳以上あるそうですよ。玄関の上にありますので、明治時代の趣が残されています。1992年のサミットの晩餐会にも利用された格式のある大広間ですが、コロナ禍で利用頻度はだいぶ減ったそうです。天井は日本の天井様式では最も格式の高い格天井。会津産の桐正目の一枚板が使用されており、再現は難しいそうです。床の間の絵は会津出身の酒井白鳥氏の作品。明治時代に総理大臣を務めた松方正義氏の書。犬飼剛氏が平田家2代目の女性当主に宛てた書。総ヒノキで組み上げられたヒノキ舞台。
歴史と伝統、向滝を象徴する空間になっています。お部屋で夕食です。向滝はすべてお部屋食となっています。大人のメニューです。地元会津の食材が並びます。こちらは二物が棒たらですが、鯉の旨煮バージョンもあります。こちらが鯉の旨煮バージョン。伝承の一品、会津藩直伝、江戸時代からの鯉の旨煮となっています。お作りなどの海の食材は使用されておらず、食材はすべて山のものです。今回は猪苗代地ビールピルスナーと日本の泡を注文しました。こちらは子供用のプレート。オムレツやハンバーグ、エビフライなどが並びます。こちらは最初に用意されていたプレート。こちらは鯉のたたき。醤油は刻んだフキノトウ入りです。こちらは前菜。会津の郷土料理、ニシンの山椒漬け。ほうれん草と椎茸の白あえ。意外と可愛い文字で印刷してるね。これがね、美味しそうだなと思って狙ってた。そしたら夕飯にも出ますよって言われて楽しみにしてる。なんだろう、本当につまみだね。これがあったらお酒を何杯でもいけますみたいな感じの。これ売ってんだね。すぐに食べられるタイプ。新発売だって。鯉のお刺身ね。あ、やっぱ薄く切ってんだね。なんだろう、鯉は身が硬いのかな。コリコリしてるもん。美味しい。バッチリですよ。タレとの相性も合う。美味しいね。止まらない。こちらは棒たら、会津の郷土料理です。そしてこちらが名物料理、鯉の旨煮。これすごい。なんかね冷たくない感じがする。すごい。食用の鯉を使ってるのね。そうだね。あそこの池の鯉ではないんだね。そうなの。ちょっと待って。一口食べた時に骨がいっぱい入ってて噛み切れないかもって思ったけど、柔らかい。柔らかい。骨もいけるよ。これ骨もすごく柔らかくて食べれる。美味しいし、生臭くなくてご飯と合うし、本当美味しい。これ本当美味しい。どうしようって感じ。真空パックにして残したらお土産に持たせてくれるっていうから持って帰るの？持って帰る。あんものの焼き椎茸とよもぎ麩のお吸い物でございます。会津雑穀古代米のおこわでございます。蓋を開けた時の春の香りもお楽しみくださいませ。上品だよね。なんかね、椎茸と麩だけ。椎茸を焼いてその香ばしさで出汁を取る。いい匂いがしてるよ。椎茸のね、香ばしい香りがしてるわ。このよもぎ麩ね、よもぎの味がしてる。上品なお味ですよ。さて、これ香りを楽しんで、春の香りを楽しんでくださいっていうことだったんで、この香りの正体はここかな、これかな、この緑のこの葉っぱの匂いなのかな。なんか匂いがするね。なんか春の野草とかそういうのが入ってんのかな。
あ、これを食べてたら鯉の甘露煮が食べたくなっちゃう。つまみながらこうやって食べてる。鯉の甘露煮はここがもう完璧。こっちもぜひ。完璧。これもどうぞ。棒だらだよこれ。棒だらの甘露煮。すごい、なんかすっごいこう見た目硬そうな感じするよね。そうそうそう。箸で。すごいよ。なんだか燻製みたいな感じ。燻製みたい。ね。これもつまみみたいだけどご飯と合う。そうね、ご飯欲しくなるよね。うん、ご飯欲しくなる。ちょうどよくここにご飯があるから。もうでも棒だらはさ間違いないよね。味付けとしては。絶対に美味しいって感じ。福島酵母和牛の姫ステーキでございます。姫ステーキだって。あーすごい、このぐらいでいいんだよね、お肉。そうね、ね、量的にはね、ちょうどいい量。酵母和牛美味しいです。もう柔らかくて、脂身がさ少なくてさ、もう好み、すごく好み、最高。小つゆでございます。冠婚葬祭お正月にいただくお料理でございます。お出汁はホタテの貝柱で出汁を取っております。麩がいっぱい、麩じゃない、これなんだろう。豆麩です。豆です。麩だよね。いっぱい入ってるね。すごい。あ、里芋も入ってる。そうです。面白いよね、これね。味がしっかりついてる。味がちょっと濃いめが好きなんで。美味しい。いっぱいすっごい種類が入ってるわけではないんだけど、ちゃんと出汁でね、しっかりね、この野菜とかも煮崩れしないようにちゃんと煮てる。こちらが会津地鶏の味噌鍋。熱々で美味しそう。鶏鍋ってさ、大体醤油なんだけど、これが味噌で食べてくださいってことだ。シャキシャキして美味しいわ。なんだろう、こう包丁でさガンガン叩いたのかな。なんか普通のつみれじゃなくてちょっとゴロゴロした感じのつみれになってる。鶏肉がさ柔らかいね。確かにつみれみたいな感じだね。もうね、食感を味わってくださいみたいな感じの。このね、菜の花はねいいよね。鍋に入れるっていう発想があまりなかったけど。こちらの天ぷらがアスパラ、生きくらげ、たけのこでございます。生きくらげを天ぷらっていうのあんまり聞いたことがない。あとこれ粗塩だな。湿っぽいものをさカリッと揚げるのって大変なんだよ。美味しい。ちゃんとね、この衣がつくのってすごいよね。アスパラもこの断面が見えちゃってる。今がシーズンだよね。ご飯は普通の白米。会津のコシヒカリです。コシヒカリ。すごいね、ご飯ツヤツヤ。味噌汁はかきたま汁です。かきたま汁。コシヒカリね、ツヤツヤです。かきたま汁か。卵はね、こんな感じで。こちらデザートの幸の花のジュレでございます。幸の花のジュレだから、これいちごがすごい細かくなってて、そこにジュレがかかってんだね。これはいいね。甘すぎず美味しい。食後に名物のコーヒーを注文してみました。MB ブレンド向滝オリジナルコーヒー。コーヒー豆が入ったパーコレーターという特殊なポットを温めます。
すごくいいコーヒーの匂いがしてきました。おー、いい感じ。結構濃いね。すごい匂いもいいしね。味も濃い。あ、これは美味しいコーヒーだ。食事の後にね、布団を敷いてくれました。夜少し外に出てみました。宿の周辺だけライトアップされていましたよ。朝の景色はこんな感じになっています。たくさん花や木がね植えられてますから、季節によっていろんな表情を見せてくれるような、そんな中庭になっているということですよね。なのでいつ来てもお花だったりとか、冬はね雪の灯籠があったりとか、そういったものを楽しめるということになってますね。お部屋で朝食です。朝食もメニューがありました。こちらは子供用のプレート、洋食中心でした。こちらは大人用の朝食膳、椎茸の佃煮、松前漬け、お漬物、向炊きの温泉卵玉三郎、筑前煮、茎立ちのかつおがけ、紅マスのせいろ蒸し。こちらはその場で熱々をいただきます。すごい、これがね紅マスのせいろ蒸し、熱々です。身がねすごい柔らかくて美味しい。やっぱ温泉の定番といえばね、温泉卵。ご飯にのっけていただきます。ほら、美味しそうだ。ちゃんと熱々のね。なめこの味噌汁美味しそうですね。その場で温めてねいただきます。こちらは筑前煮、こちらは抹茶プリンですね。甘さ控えめのプリンで美味しい。朝食後は再度コーヒーを注文しました。会津の食材にこだわった夕食と朝食、素晴らしかったです。チェックアウトです。今回の宿泊費は109,350円でした。会津東山温泉向滝いかがでしたか？有形文化財の建物やお部屋だけでなく、お風呂、食事、おもてなし、すべてが素晴らしい感動的な宿泊でした。さてこの後は向滝から車で10分、飯盛山に立ち寄りましたので、引き続きご覧ください。飯盛山は白虎隊自陣の地とされ、会津では屈指の歴史観光スポットです。まずはここで階段を上るか動く歩道を使うか2択を迫られます。動く歩道はとても楽なのでおすすめです。今回は娘と一緒に階段を上ることにしました。さらに階段を上ります。広場のようになっていますが、奥の方に白虎隊のお墓や慰霊碑があります。こちらは会津藩の婦女子の御霊を弔うための慰霊碑。
飯盛山で自陣した白虎隊19名のお墓、白虎隊の少年武士たちを慰霊する慰霊碑、ローマ市から昭和3年に寄贈された記念碑、上にある大足は当時のものを残しています。ここから白虎隊自陣の地へ向かいます。基本的には墓地となりますので、一般の方のお墓もあります。白虎隊の剣士たちはこの地から炎に包まれる鶴ヶ城を見て、城が陥落したものと思い込み、全員が自らの命を絶ったとされています。お墓以外にも観光スポットがあります。奥に見えるのがサザエ堂、こちらは宇賀神堂、白虎隊19士の像が安置されているとされています。サザエ堂は1796年に建立され、国の重要文化財に指定されています。内部は上りと下りが別々になっていて、すれ違うことのない一方通行になっています。こちらは厳島神社、大きなしゃもじが飾られていますね。こちらは殿口関洞穴。戊辰戦争当時、白虎隊の20人が洞穴の中を敗走してきたと言われています。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもいろいろな映像をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。